おはようございます。メグリカミ太一です。今日はコートドブッフフランス産骨付き牛ロースの焼き方を詳しく解説していきたいと思います。今回はオーブンなどを一切使わずココット鍋でじっくり焼き上げています。ガリニチュールはじゃがいものグラタンドフィノワで、ソースはやはり相性がいいソースベアネーズです。それではコートドブッフ一緒に焼いていきましょう。それでは汗染め下味をつけていきます。塩コショウをきっちり全面側面も含めてきっちりと塩コショウしていきます。もちろんお肉ですけども、焼き出す調理し出す最低でも1時間前には冷蔵庫から出して常温に戻しておいてください。冷蔵庫から出したての冷たい肉の塊を焼くと中心まで温度が上がる間に周りが焼きすぎになってしまいます。なので必ず常温に戻してから肉は焼いてください。きっちり汗染めができたら焼いていきます。今回ココット鍋を使っています。ココット鍋を火をつけたら最小限の油を引いて、まず皮の部分、外側の油の部分から焼いていきます。こうすると油がじっくり出てきて、牛の油で全体を焼くことができます。このようにココットを動かして肉の下に油が入るようにしながらじっくりと焼いていきます。今回ココット鍋を使う理由は2つあります。1つ目は鍋の鍋底が分厚い、厚みがあるということです。鍋底が厚いと鍋を熱くするのに時間がかかりますが、肉などを置いた時に一気に温度が下がることがありません。2つ目の理由は肉を焼いている間、肉が鍋底に当たっている間、その他の部分がゆっくりと温められます。フライパンと比べて高さがありますので、鍋の中自体がかなりあったかい、俗に言う保温庫みたいな感じになっています。なので私個人的にはこういう塊の肉を焼くときはココットでゆっくり焼いていくのが好きです。もし早く短時間で焼いてしまうと表面だけが焼けて中が生のまま冷たいままになってしまいます。ですがゆっくり焼いていくと肉にじんわりと温度が伝わってきます。熱が伝わります。そうすることによって肉がしっとり全体的に均一に火が入って美味しく仕上がります。このようにまず側面だけをきれいに焼き固めていきます。最初に大きい面から焼いてしまうと側面が焼きにくくなります。なので最初に側面をきっちり全部焼き固めてから大きい平らな面、表になる面を焼いていきます。側面がきっちり焼けたので大きい面の部分を焼いていきます。このように見てもらったら分かるように肉の部分ですね、脂身の部分だいぶ温度が上がってきた感じに見えると思います。これがやはりココットの効果で鍋の中はある程度温度が高いのでゆっくり温度が上がってきます。オーブンに入れないので何回かひっくり返します。なのでここでひっくり返しますけども、きっちり色がついてなくても問題ないです。このように油が出てきたらアロゼしていきます。このアロゼする時のポイントですけども、骨の部分、骨に近い部分が一番火が入りにくいです。なのでこの骨の部分をよくアロゼしていきます。このように骨のところに油がかかるようにしながらゆっくり火を入れていきます。アロゼをすることによって肉の上からもじっくり火が入ってきます。あと牛脂、油の旨味、鍋底に溜まった旨味を肉の表面にまた乗せるのでより美味しく肉が仕上がります。この肉の塊、牛脂層を見るときですけども、このように指で押して触った感覚で
火の入り加減を見てもいいですし、このように金串を刺して5秒ぐらい待ってから唇の下につけて温度を見てもらっても構いません。まだほんのり温かいというより、まだ常温よりちょっと温かいぐらいなので、まだ火を入れていきます。この時でもなるべくアロゼ、骨の部分にアロゼしていきます。もちろん全体的にアロゼもしてください。ここでニンニク、皮を剥いて芯を取ったニンニクを入れて香りをつけていきます。このニンニクですけども、最初から入れてしまうと完全に焦げてしまいます。なので最後の方に入れてゆっくりニンニクの香りを油に移しながら、その油をかけてアロゼしながら美味しく最後仕上げていきます。火を入れ出してからトータル今20分ぐらい経っています。一概に時間では言えませんけども、だいぶいい感じに仕上がってきました。なのでここで立てて最後アロゼ、骨の部分をきれいにアロゼしながらゆっくりと最後仕上げていきます。やはり骨のついている部分、骨の周りの肉って非常に美味しいので、ここもきっちりと仕上げてあります。でこのまま火を落としてゆっくり弱火で休ましながら火を入れている状態ですね。にしている間に横でソースを作っていきます。今回用意したソースはベアンネーズソースです。やはりサシの入っていない牛肉、今回のようにフランス産の牛肉には美味しいベアンネーズソースがよく合うと思います。またベアンネーズソースは他に動画がありますので、そちらを参考にしてください。最後表がきれいにカリカリに焼けたので、ひとまずお皿にあげてロポゼ休まします。それではロポゼ休ましたので、肉の方を切り分けていきます。温めたまな板の上に肉を置いて切り分けていきます。左上に出ている図のように今切っているところがカルビの部分、骨付きのカルビの部分です。あとカブリ、ロース、バラになります。まずこのバラの部分は切り分けます。バラといってもバラの始まりの方ですね。であとここカブリとロースになります。この部分はこのまま、分けずにスライスしていきます。肉質的にはほぼ変わりない肉質です。ただ間に油が噛んでます。この油もよく焼けてますので一緒に切ってください。もちろん好みで、油を取り除いてもいいです。続いてこのバラと言われる部分、バラの始まりです。油と肉が層になっていてよく焼け切っていますので、非常に個人的には私は好きです。あとここ今削いでる部分ですけども、これはカルビの部分になります。骨のすぐ横ですね。ここも非常に香ばしく焼けてて美味しい部分になります。なのでこのコートドブフ一つの部位で、いろいろな肉の違いが楽しめる部位になっています。それでは盛り付けていきます。温めたお皿の上に今回用意したガレンチュールはグラタンドフィノです。またこのじゃがいものグラタンドフィノアも動画を用意しますので、そちらを見てください。あとそこに先ほど切った肉、ロースのところとバラの部分ですね。ソースはいろいろなソースが合います。ですけどもやはり一番美味しい
ソースベアンネーズを用意しました。このソースベアンネーズ他に動画がありますのでそちらを参考にしてください。これで最後フレドセルを肉の上にかけてコートドブフの完成です。今回骨付きの牛ロースを使いましたけども、豚でも子牛でも要領は一緒です。ただ白系の肉は基本的には背になどでは食べません。なのできっちりロゼに仕上げるテクニックがあります。またその動画も撮りたいと思いますので楽しみに待っていてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。